はようございます。アーキスチューデントです。今回はレディバグのハニービーを用いて簡単なモデルを作成していきたいと思います。事前にライノ上で5つのボックスを用意しました。まずこれら5つの箱をグラスホッパー上に読み込んでいきたいと思います。ライノ上で全てのオブジェクトを選択していただいて BREP を右クリック Set Multiple BREPs。そうするとライノのオブジェクトがグラスホッパー上に読み込めます。次にグラスホッパーのオブジェクトをハニービー用のオブジェクトに変換したいと思います。ハニービーのハニービールームフロムソリッドですね。こちらを出していただいてジオメトリーにつないでいきます。これでハニービー用のモデルに変換されました。ここで設定していかなければいけないのがルーフアングルですね。こちらにブーリアントグル、他には名前や構造などが設定できます。ちなみに構造設定をしていきたいと思います。構造はまずこちらのハニービーサーチコンストラクションセットですね。こちらを出していただいてコンストラクトセットにつなぎます。そしてハニービーコンストラクションタイプですね。これをキーワードにつなぎます。こうすると構造が何種類かあってこれが選択できるようになります。こちら必ず必要というわけではないんですけど一応紹介をしていきます。次にこのハニービー用のモデルに窓をつけていきたいと思います。窓ですね。窓はこちらのハニービーアパーチャーズバイレーシオですね。で必要なのがまずレーシオですね。窓の大きさを決める比率。レーシオはハニービーフェイスファサードパラミータをつなぎます。あのパラメーターで窓の大きさが設定できます。これはノースイーストサウスで建物の面によってファサードの大きさが決められます。次にやっていくことがこちらの作ったモデルをハニービーモデルに統括していきたいと思います。そしてこちらで作ったモデルを可視化していきたいと思います。それがハニービービジュアライズバイタイプ。モデルをつないでいただいて、そうするとこちらで可視化されているのが分かります。こうですね。色が部分ごとに違うと思うんですけども、それは
こちらが見えにくいので非表示にしておきます。それとこちらも非表示にしておきます。今見えているのがハニービー用のモデルです。こちらのパラミーターで窓の大きさが変化しているのがわかります。そして設定されているのがまず壁ですね。こちらが壁になってます。でこっちに窓がないのはなぜかというと、ここでベストに窓を設定していないためです。こちらが屋根ですね。そしてこちらが床になります。そしてこれが窓です。しかし今ちょっと問題点がありまして、このエクステリアフロアというのがおそらく1階の床を指しているのですが、今2階3階にもその1階の床として定義されています。でこれはちょっとまずいので、これを改善していくためにあるコンポーネントを使います。それが Honeybee Solve Adjacency です。こちらですね。こちらです。これをハニービー用のモデルにしたこの Room from Solid の後と、こちら窓を設定したコンポーネントの真ん中につないでいきます。でこちらは実行のトグルが必要になります。そうするとこちらですね、エクステリアフロア、これをプレビューをオンにしていただくと1階だけに床が定義されているのが見えますかね。こうすると今床は何にも見えてない状態で、プレビューをオンにすると1階だけの床が見えるようになりました。屋根も先ほどは2階3階にも屋根が定義されていたんですけども、今は最上階だけに屋根が定義されています。この問題は何で起こるかと言いますと、箱を積み重ねて全体のモデルを作っているため、箱同士の重なりを改善する必要があって、そのために Honeybee Solve Adjacency を使用します。しかしまだもう一つ問題がありまして、ここの内接している内壁の部分にも今窓が作成されています。ここの Honeybee Apertures by Ratio で作成した窓になるんですけど、窓を作りたくないという感じに今回はしたいので、ここに窓を作りたくないという時はそういう時は Honeybee のインターセクトソリッド、こちらをソリッドなので最初の箱につないでいきます。それをここにつないで、こち
ちらも実行ボタンが必要になります。そうするとこちらの窓の部分が改善されているのがわかります。こっちに窓ができないようになっていますね。で、今ちょっと輪郭が、建物の輪郭が分かりづらいので、見えやすいように枠を可視化していきます。ハニービービジュアライズワイヤーフレームですね。こちらで線が可視化されています。全体の流れとしましては、まず箱を作っていただいて、でその後にハニービー用のモデルに変換していただいて、そしてこちらで窓や窓の大きさを変更などしていただいて、でそれらをこちらのコンポーネントで統括して可視化していくという流れですね。その間にハニービーソルブアジェイセンシーやハニービーインターセクトソリッドが場合によっては必要になってくるということですね。でちなみにこちらの面に番号をつけていきたいと思います。面もこうやって番号がつけれます。フェイス5などフェイス2、このボックスの何番かっていうことですね。一つのボックスの何番かっていうのが見えます。そして窓に番号を割り振りたいときはこちらのサブフェイシーズにつないでいただいて、今はボックスの面に番号がついています。ですが窓に番号をつけたいときはこちらのトグルをトゥルーにしていただくとサブの面に番号がついていきます。今回はハニービーのモデルを簡単に作成していきましたが、自分のその理解の部分で間違っているところなどがありましたらコメント欄で指摘などお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。